こんにちは。画家の会です。今回は2024年に制作した鱗というタイトルの作品の制作風景をお届けします。大きい作品なので下図をデータでざっくり作ってプロジェクターで転写しているところです。見ての通り、この作品は葛飾北斎の富岳36景神奈川沖浪裏を引用しております。波の部分をネイルチップに置き換えて、様々な模様のネイルチップの波が押し寄せる様子をイメージして描いています。去年、個展に向けての制作風景として、こちらの作品と他にも大きい作品を同時進行で制作する余裕のない状況をダイジェスト版でお送りしました。それでこの作品のみでの制作の様子を必死すぎて撮れてなかったと思っていたんですが、データを見てみたところ8時間分あったので、8時間を今回7分以内にまとめてみました。外での作業もあったので撮れなかった部分もありますが、ご了承ください。この時、私にしては大きなサイズの作品を同時進行で並べて描いていたこともあって、とってもハードで混沌とした毎日でした。水を多く使う工程では絵を寝かさないといけなくて、広いアトリエではないので、どのタイミングでどの作品を寝かせたり立てたりするかを考えながら描いてました。背景を一気に塗って乾く前にスポンジでなじませていきます。時間との勝負。ここからはひたすらコツコツと描いていきます。そもそもなんでこんな大きい作品を一度に何枚も進行したのっていう話ですが、一言で言うと描きたくなったからです。もともと計画性はない方なんですが、展示予定がもっと先だった作品をこのタイミングで一緒に展示したらめっちゃかっこいいんじゃないと思って、勢いでなんとかなる精神で完成させることを決めてしまいました。案の定本当に余裕がなくて、ずっと集中できるようにどこを見ても絵が描ける状態にしていました。ヘアブラシで雰囲気を出した後にまた部分的に描き込んで、またエアブラシでなじませてを繰り返していきます。エアブラシの粉が背景にかからないように絵を横向きにして制作しています。数年前から取り組んでいるネイルチップで覆い尽くすシリーズは、ネイルチップでできた鱗模様を自分の身を守る鎧のイメージとして描いています。鱗模様自体に昔から厄除けとか再生の意味もあります。コロナが流行ったり、多くの SNS が普及したりということが重なって、当時の私にとっても必要性を感じて描き始めたモチーフです。それから30作品以上描いてます。大きい作品の制作は体全体を使うので、絵の具と筆で強弱もつけやすくて、一箇所一箇所仕上げた時の達成感というか喜びが大きかったです。大変だったけどとても楽しい時間でした。ありがたいことに
こちらの作品はご購入いただきました。大きなサイズの作品ってなかなか買うことも販売することも難しいと思うので、本当にありがたいし嬉しいです。現状では作品保管スペースの上限もあったり、大きくて通常の発送ができないという理由で展示の出品自体を断られたこともあって、実は大きな作品に挑戦することにかなり抵抗感が出てきてしまっていました。自分としてはもっともっと大きい作品を描いて発表していきたいので、今回のことは制作を続ける上でも本当に励みになりました。感謝。だいぶ完成が近づいてきました。ひたすら書き込みます。ヘロヘロだけど楽しい。ようやく完成です。やったー。次はどんな作品を描こうかな。バイバーイ。